こんにちは。年収300万円のガレージライフです。今回は、アルトバンにダウンサスを取り付けた動画で、サスペンション交換の手順を紹介します。多分 DIY でできる内容になっていますので、ご参照ください。さて、純正のアルトバンの車高は、地面からフェンダーまで、リア62センチ、フロントは 61.5 センチでした。この車高が、どこまで落ちるのかワクワクしますね。今回使うサスペンションは RSR のスーパーダウンサスです。Yahoo ショッピングで15,000円くらいとかなりお手頃価格で売られています。TI2000 という上級グレードのものもありますが、お好きな方をお選びください。まあサーキットとか行くかわからないので、安い方にしました。もちろん、車高調を変える人は、そちらを強くお勧めします。それでは、手順を紹介していきます。まず、アッパーマウントのナットを外していきます。左前輪は、コンピューターが邪魔なので、あらかじめ外しておいてください。17mm のソケットで外します。外すというか、緩めるだけにしておいてください。落下防止です。アッパーマウントのナットを緩めたら、ナックルのボルトを外していきます。動画をよく見て、場所を確認してください。こちらも 17mm です。まあまあ硬いので、普通のラチェットだと大変かも。動画では、柄の長いものを使っています。反対側を定点カメラで映しました。ナックルとショックが外れました。この部分のボルトを外しましたよ。外れたサスがこちら。ショックを外したので、ここからノーカットでお送りします。キャリパーが落下しないように馬をかけます。先ほど緩めておいたアッパーマウントのナットを完全に外せば、ごそっと外れます。意外と簡単ですよ。次に、サスを外していきましょう。必要なのが、スプリングコンプレッサーです。これがないと、このナットを外した瞬間、バネが上空に飛び出していきます。取り外したパーツの順番を忘れないようにしてください。上部の4つのパーツを外せば、バネが外れます。ダウンサスを組み込んでいきましょう。RSR のロゴがかっこいいですが、装着すると見えなくなってしまいます。バネを入れて、カット部分があるので、そこにバネの先端を合わせます。動画でよく確認してください。実際に見れば、すぐに言ってることがわかると思います。ここですね。そしたら、RSR のダウンサスを、スプリングコンプレッサーで圧縮していきます。
元の手順で組み上げれば完成です。一応組み上げの手順をおさらいしておきましょう。はい、めちゃくちゃわかりやすいですね。そしたら、逆の手順で車体に組み込んでいきます。まずは、ナックルとショックのボルトを止め、アッパーマウントのナットを締めるだけです。おお、結構下がりましたね。続いて、リアのサス交換に移ります。アルトバンのリアサス交換は、結構簡単ですよ。馬をかけて車体の後輪を左右ともに持ち上げます。そして、この動画のボルトを外すだけで、サスは外れます。まずは、一気にサスが外れないように、メンバーにジャッキをかませておきます。そしたら、17mm のソケットで、ボルトを外します。ボルトを外した状態で、メンバーのジャッキを下ろすと、サスペンションは勝手に外れます。そしたら、リアのサスを組み込んでいきます。フロントと同様に、カットに合わせてはめ込みます。そして、メンバーにかませたジャッキを上げていきます。反対側も同じです。最後に、先ほど外したボルトで固定して終了。これでダウンサスの交換は終了です。2人でやって、だいたい1時間半くらいでした。コツやポイントがわかれば、1人でもできるかもしれませんね。足回りを交換した時は、タイヤを地面に設置させて、各部位を増し示してください。いい感じに落ちています。さて、実際に何ミリ落ちたのか、測ってみましょう。公式では、フロント40から45、リア35から40ミリのダウンとされています。フロントは 61.5 センチから57センチになり、45ミリのダウンでした。リアは62センチから 57.5 センチで、こちらも45ミリダウンでした。見た目はなかなかかっこよくなったと思います。乗り心地はそんなに良くないので期待しない方がいいですよ。ただバンにありがちなふわふわ感がなくなったので、私としては OK です。
このスタイルが2万円以下で手に入るなら、コスパは相当いいと思います。おすすめです。